はい、こんにちは。柴崎です。お元気ですか？はい。さて、今日もね、柴崎が独断であなたの作品を見てお直ししますのコーナーの始まりです。はい。実はね、もうたくさんの作品ね、皆さん、あなたもね、寄せてくれまして、本当にありがとう。はい。今回、どなたの絵を、柴崎見てみるのかね、抽選したいと思います。ね。この箱ですね。この中に実は、お見せできないけど、ここの中いっぱい入ってるんですよ、ここに。うん。こんな大きい墓なのにね、もういっぱいになっちゃいそうです。さあ、それでは、今回ね、誰かな？さあ、では抽選しますね。じゃ、どれにしようかな。見ないでしょ。見ないで。ちょっとかき混ぜるね。かき混ぜて、これにしようかな。よ。はい。34番。34番です。じゃあ、ちょっとね、これをどんな作品か、探してきますね。ちょっとお待ちください。はい。あったね、ほら。ありました。はい。お待ちどうさま。これです。34番。ねえ、生物画ですね。送ってくださった方、あなたですよ。見てくれてるかな？アメリカの方ですね。男性かな？40代の方です。はい。プラムって書いてあったかな？ね。うん。これもプラムなのかな？何かとにかくプラムって書いてあったかな？うん。素晴らしいね。ほら。もう色も綺麗だしね。素晴らしい。さあ、それではね、これを柴崎が今からね、分析して、もうちょっとこうしたらいいかなと思う気づくところを直してみたいと思います。はい。では、見てくださいね。はい。この作品ですね。素晴らしいね。もう美味しそうな、プラムかな？ね。果物がこう、並んでますね。色も大変よく、こう作られてますね。で、こうハイライトがあって、もうツヤツヤねして、もう光も感じられる。影もしっかり描いてるから余計光も感じられる。そういうね、もう本当に新鮮な果物を愛情を込めて描いてる。色の使い方がとっても大胆で綺麗ね。またこう周りのウェットインウェットも非常にこう思い切りよくできていて、そういう点で水彩画としても素晴らしいです。はい、この絵の改良点は物の配置にあります。その点をちょっとどのように問題があるかね、ここに図で書いてお知らせしましょうね。はい。では、どのようにこの形に問題があるかですね。まずこれを簡単な柴崎はシルエットとして書いてみますね。見えますか？もうちょっとはっきり書きましょう。ね、こんなお皿の中にこのようにこうなってるんですよね。こうかな？こうなってこうなってこうなってる。こういうことですね。はい、ではこれ、全体ね、お皿を含めてね、全体でこうちょっと一回塗ってみますね。どう見えるかです。こう見えるんですね。このように。だからご本人が一生懸命こうね、一つ一つこう書いてくださってるんですけども、これ全部のこれをシルエットとして見ると、このように見えてしまうわけです。少し変化乏しいでしょ？ではどうしたらいいか。そのためには、視点を少し下げてみます。ですね。はい。じゃあ、ここに書きますよ。お皿を視点を下げると、もう少しこのように見えてくるかと思います。こうですね。そしてこれがもっと上に持ち上がって見えてきますよね。こうやって。このように見えてきますか？
あるいはこれを縦に立ち上げてみたらどうでしょう。ではここら辺にこうやって立ち上げてみたらどうでしょうか。そうしたらもっと面白いね。これはもちろんこれいいですよね。こうやってそうするとこんな形に見えますよ。ごめんなさい。こんな形に見えますよね。どうですか？こっちと違うでしょ？で、この一つ外側に出したらどうでしょうか？そうするとこんな風にね、もっともっと形が面白く見えてくるんですね。はい。ではね、せっかく形描きましたので、ちょっと色塗っておきますね。もう本当に上手に描けてます。もういろいろな色でね、置いてるんですね。最初にイエローを置いたりしてます。ですね。それからハイライトと光の方向もね、よく考えられていて、そういう点で素晴らしいです。これかな。そうですね。こちら少しこのブルーが冷たいので、これね、紫のようにしましょうか。ね、光当たった部分ですね。で、こうね、白を残してますよね。大変いいと思います。こうなのかな。こうですよね。はい。そして、この色は、ごめんなさい。見えなかった。ね、日陰の方が冷たい色なので、紫のようにはして、むしろ今ここに使っている色は日陰の方に使いましょうね。例えば、プルシャンブルーのような冷たい色はこちら側に、日陰の方に使います。こうだよね。こんな具合かしら。こうやってね、描いていくと立体が表現しやすいんですね。はい。そうですね。この赤いリンゴももちろんそれで結構なんですね。よくできてます。こうなって、これハイライトを作ってこう描いてんだね。もう交換に回っていってこうだ。でこうですね。はい。こうなってんだね。そして、日陰の方ですからクリムソンにウルトラマリンあたりを加えてちょっとね暗くて冷たい赤にしてこちらに塗るということになります。こうですね。でそうしながらこの形をはっきりこう出してくるっていうのに書きます。もちろんこれね、この赤なんか入ってます。もちろんこの考えいいんですよ。ね、これちょっとピカピカって映ってますよとかですね。そんなこう加えていくのはもう非常にいい考えだと思います。はい。ではこの境目はこの辺やってるこんな赤ですよね。どこどここうやって加えてこうかな。こんな感じ。でもこっちに赤なんかどこどこ入っていいんですね。でも日陰の方はあくまでも冷たいブルーだからもう一回これですね。こんなとここうなんだね。こんなんでしょうかね。はい。じゃあ洋梨のとこもついでに書いておきますね。はい。ここでねちょっとお知らせです。柴崎はねチャンネルメンバーシップをやっております。メンバーに、ね、なっていただけますと、柴崎の作品の、ね、データを、ダウンロードできたりね。また、少人数のね、ライブ配信に参加できたり。もう特典盛りだくさんです。ご興味ある方はね、メンバーになるというね、ボタンをクリックしてみてください。はい。ね。そし
で、お皿のとこ、お皿ですよね。何か少し薄く溶いた暖色を、でも紙の白をどこどこ残しながらこう塗ってきて、そして日陰とか、そうですね、あなたがやられたように基本的にはこのようなブルー系の色ですね。はい、ここに出していかれたらいいんですよね。こんなことでしょうか。ここはとてもいいですね。もうこのままにしましょう。ですね。こうやってこう書いて、この器のへりにこう持ち上がってきたパターンなんかも、ここなんかも書かれたら余計いいかなと思いますけども、こうですよね。そしてこう書くんですけども、少し緑の色なんかもね、こう加えてあげるとまた、色に変化が飛んで余計面白いかなと思います。そしてこれがこちらのへりの方にこうやってくるんですよね。こうでしょうか。はい、もちろんここにね、一つ外に出したものがあります。はい、床ね、ジョンブリアンで塗ってますね。綺麗にできると思います。はい、もちろん色を少しずつ変化させてもいいですね。はい、ジョンブリアン。そしてですね、ここ例えばこう書くんですけども、あなたはずっとこう床になってますけども、ここからね、別個な木工の壁か何かを書かれると、また絵に変化飛んで面白いんですね。例えば、ここが明るくね、光ったように描きたかったら、どんな色でもいいんですね。極端なこと言ったら、今度は黒でもいいんですよ。何でも。はい。とにかくですね、こうはっきりとこうなんか暗いものを描いてみるとかですね、何かそのような工夫なさっても面白いかと思います。こうやってね、こうですよね。十分暗くです。でも黒だけでつまんないか、何か他の色としましょうね。例えばパープルな色とかですね。何でもいいです。こうやってこんな風にですね。よいしょ。こう書いてみたら、またこう絵にね、メリハリがつくでしょ。ねえ。もちろんこんな色でもいいですよ。でね、こんな色でもちろんここら辺こう溶かして、こんな雰囲気ね、こうやって持ってくればいいわけですから、ほらこれだけでも絵がね、雰囲気が変わってくるかと思います。もうちょっと赤いのかな、ここはね。このくらい赤いのかな。こうなのかな。こうかな。はい。そして、また床の部分に暗くて冷たい色をここにこうやって、これを含めてですね、ここに影をここにこう加えてくると、ここに置いたってこう感じに見えるわけです。ね、これがずっと面白いでしょ。あとなんだろう。こんな色少しこう出しますか。こんな感じかな。はい。でこのように少しこう視点をあまり上の方から見ないで少し下げると、ここら辺がずっと面白くなってくるだろうという柴崎の提案です。はい。ね、直してみたんだけど、どうでしょうか。ね、もうこのプラモの描き方なんか本当に上手なんですね。はい。それを少し視点を下げて、このシルエット的にもうちょっとこう面白くしてみたりした方がいいかなとかですね。そんな提案してみたんですけどね。はい。そうですね。
どうしてもいつもこう絵を描くとなると、いつも同じ目の高さでものを見るっていうね、いつもこのくらいの高さで見下ろすとかね、そういうの慣れがちだから、たまにはこう、ぐっと視点を下げてみるとかね。なんかそういう視点の変化を工夫すると、また新しい発見があると思います。というわけで、現在もね、あなたの絵を募集してますよ。応募方法ですね。これは動画の紹介欄の応募の URL にね、どうやって送ったらいいかね、貼っておきますので、そちらを見てくださいね。それから、そうだな、もうたくさんね、送っていただいたんですけども、お一人でね、何点も送っていただいている方もいるんですね。でも、今ね、非常にたくさんの方が、来てくれてるので、一人一点でお願いします。それからね、せっかく送ってくれるんですから、ぜひ、あなたのオリジナルの絵を送ってください。柴崎のね、動画を見て、それをこう、模写してね、送ってくれてる人もいるんですけども、多分、ね、世界中の方があなたの絵を見たいと思うんですね。だからぜひ、オリジナルの絵でお願いしますね。はい。ということで、ね、今回、これでしたよ。はい。長い時間ね、最後まで見てくれて、本当にありがとう。また次回、このコーナーであなたとお会いしたいと思います。はい。それではまたね。ありがとう。